こんにちは。わびチャンネルナビゲーターの森前です。さて今日は水石のテクニックをもう一つ踏み込んでご紹介したいと思います。皆さんにも水石の飾りを題材石、そして水盤に載せる石をご説明をする機会がありましたが、本来水石を飾るには台座があったり水盤がある。でも最後にそれを飾る花台という、私たちの世界で卓という呼び方をしますが、これがないと完成はしません。意外とおろそかになりがちですが、この卓の合わせがその石や水盤石の飾りの美しさを決める場合があります。今日はその違いを皆様にご説明できればと思います。それではまずは水盤石の花台の合わせ方をご説明します。ここにあります丹波石、紅紫雲という石ですが、銅水盤に合わせた山形の姿、とても分かりやすくて誰もがスキッとくる石ですね。ただこれをこのままでは飾れません。展示会やいろいろなとこ飾るには花台が必要です。その時のポイントは、例えばこのようにすっきりとした水盤、すっきりとした姿を飾るのには、このようにシンプルですっきりした色の合わせがかえって石や水盤の姿を引き立たせてくれます。特にこの石は山の形をしています。山の形というのは飛行機ではありませんから、あまり真上から見るものではありません。できるだけこの山の姿が感じるように、やや高めの色ですっきりしたものがとても映ると思います。なかなか卓をたくさん揃えるのは難しいですが、失敗例をご覧に入れましょう。もちろんなかなか台がないんだという時はやむを得ないですが、いかがですか。この水盤の薄い線、山並みの線、これを引き立たせているかというと、この台が力が強すぎて水盤の線を見失ってしまいます。なるべく先ほどのような薄手の品のいい高色の方のがよく受け止めてくれます。基本のベースですけど、できるだけ水盤石や石をたくさんお持ちの方は左手のような色を普段お持ちになると重宝するのではないでしょうか。さて今度は同じ水盤石でも山とは違って中に水をたまるような湖、それとも渓谷の水姿を表している石を飾ってみました。新潟県の八海山というところで採れるとても質の良い石です。平たい石の中に水のたまる景色を描いています。先ほどのようにすっきりとした水盤に飾ってありますが、ここで一ついけないポイントがあります。たまり石というのはやや上からその水のたまった景色を楽しむものです。それなのにこうやって腰の高い色に置いてしまうとその景色が見えません。山形石はやや高めの色、水たまりの石のようなものはやや上から見る景色が良いと思います。卓を変えてみましょう。とても低い三義卓と言われる平たい卓です。山形の石などはこれでは低すぎますが、水をたまった上の景色を見下ろすようなこの角度がとても大切です。たまり石のような時にはこのような低いもので斜め上から見られる卓合わせ、これをお勧めします。さて今度はまた
形の違う石の種類です。鴨川の八瀬というところで採れた、ご覧ください。家の形に見えませんか？屋根をかぶったのどかなひなびた農村の家、または詩人や文人たちが住むいおりのようなものを感じます。このような石を日本語でくず屋石と言います。家の形をした石ですので、ジャンルとしては姿石に分類します。くず屋石というのは重宝なものでいろいろなものに合いますが、盆栽の文人や雑木などと合わせることもできます。もちろんこれ一つを楽しむこともできます。その時の卓の使い方が微妙に違います。ここにあるように、低い地板という足のついていない板、そして静かなおとなしい平卓という高さが多少あるやつ、このように地板で飾ってみてもとても風情はありますが、この場合には盆栽やそういうものと一緒に合わせる飾りの仕方の時の道具になります。つまりどちらかを強くしてどちらかを弱くするということになります。くず屋石は比較的にこの飾りが多いですが、もしこの石一点を見て楽しむという時には、ちょっとこれでは格が違う。カジュアルかフォーマルかというところでいうと、ちょっとカジュアルすぎてこの一点を見るというところにはぴったり合っているという道具とは言えません。一点飾りで見るときはやや腰を上げた卓、つまり家の石ですから高い台の上に置くわけにはいきません。それでもこのように板ではちょっと格調がない、その時にはこのようにあまりうるさくない、上の番が平らで静かな、そういう取り合わせの仕方が一番くず屋石を引き立てると言います。しかもこういうところにあまり飾りがいっぱいあると、そこに目がいって石が引き立ちません。その点ではこのようなシンプルな姿が似合うものです。水盤石、そしてくず屋石。さて今度は同じ山形でも水盤に乗らない大座石というものです。黒い石質の滑らかな肌、四国の四万十川というところで採れた石です。とてもいい石ですね。もちろん天然のものですけど、一応水石の格順というランクでいうと、いい悪いではなくて一番フォーマル、つまり格調高い台座の中に乗る盆山の姿を表しているものです。この時に飾りの色卓で選ぶ注意があります。もちろん茶席などに飾る時にわざと低く飾るのがありますが、あくまでも気高い山ですから、このように低く飾る時にその石の気高さの山姿が出ません。こういう時に使うのは普段は使わない新塗り、つまり漆を施したとても厳粛な卓、昔は香炉や置物を置くことによく使いましたが、何百年も前からある日本の形ですが、このような塗りを施した格調の高いものがこのような精神性の高い大座石には似合います。大座石というものは、その石の中にある目に見えない心で感じる大いなる山を感じ取るものです。そこにはやっぱり格調美というものが必要になります。その時もあまりうるさくないもの、天板が平らで静かなもの、そういうものが望まれます。ただ台座の盆山の場合はこの程度の足の返し、飾り、こういうものがあっても天板が静けさがあればかえって格調美を取り合わせたことになります。
いくつかの水石に対する卓の合わせ方をご説明しましたが、まだまだ石にはそれぞれの姿、それぞれの力があります。ここにあるように、例えばこの石は細い山がつながる姿を表しています。とても遠くの景色なので、とても薄い小さな石です。だからこのようなものをやるときには卓に力があるといけません。このように薄造りですっきりしたもの、それでいて山ですからちょっと高め、石が細ければこのように奥行きをわざとなくしたもの、奥行きがありすぎると石が中で緩くなってしまいます。このような取り合わせもあれば、先ほどご覧いただいたちょっと強すぎるという色、でもこれがこのように上に力のある大在種の重厚な姿を置くと、かえってこのような色でないと映りません。一つ一つの水石、一つ一つの卓、この取り合わせはまさに何回も大丈夫かな、これはちょっとこうだな、いろいろな持ち物の都合もありますが、長くやっていく中で感覚をつかんでいただければと思います。さあ皆さん、今日のこの水石の卓の合わせ方いかがだったでしょうか。わずか6隻の飾りをご覧入れましたが、大きな展示会になりますとこれが150隻の展示になります。私どもからでも50隻を用意するのに、持っている卓約300機の中から選んで何とか合わせる。卓は数が置く場所も大変ですから限りがあります。ただ今伝えた基本の内容をご理解いただいて、せめて3点4点違うものを持つといろいろな応用ができると思います。お役に立てばと思います。今日のこの動画いかがだったでしょうか。少し勉強になった、面白いね、そんな思いを持っていただけましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。